DMM ゲームズと小高氏率いる通教ゲームズ最新作終点教団を先行プレイ。まずはこちらをご覧ください。思い出せないの？あなたが死んじゃったことも。君は神の力によって命の猶予を与えられたんだよ。神の試練をクリアすれば君は本来の君として復活し、記憶も元に戻るだろう。神の試練って何をすればいいんですか？じゃあ姫がズバリ教えてあげる。レイちゃんを殺した犯人に罪の告白をさせるのよ。この番組は9月5日に発売予定のゲーム終点教団の主人公を演じている雑賀美月さんに先行プレイをしていただく動画となっております。はい、お願いします。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、今回のゲストはサウンドを担当した高田さんです。サウンドの高田です。よろしくお願いします。はい、そして中澤さん、小高さんも引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、冒頭に VTR 見ていただきましたけども、このゲーム主人公が死んでしまったところから終点教団は始まります。これから雑賀さんには主人公レイを殺した犯人に罪の告白をしてもらうように犯人を探してもらいましょう。はい。もう3回目になるおなじみのシーンがやってまいりましたけれども、神の力を使い、はい。今度こそこれを使えば、はい、今までも当たってるんですけど。そうですね。合ってるんですよ。合ってるんです。合ってるんです。さてさて、はい、今回も幹部の中からね、犯人、この2人をやってまいりましたね。犯人を選ぶと。この子怪しくなさそうに見える。個人的に可愛いなと思って。見た目で。見た目が可愛らしいんで。そうしたら、まあ今までね男性陣に来ちゃったので、今度はそろそろ女性を。そろそろこのなんかちょっとミニスカートの女性行ってみたいなと思うので、はい。出ました。文部省ですね。なんかとんでもないジャンル出てまいりましたね。はい、恋愛アドベンチャーって。ハテナついてますけど、一応恋愛アドベンチャーですか。すごいですね。まあアドベンチャーゲームにはそういうのもありますってことで。なるほど。いろいろ用意しました。国士舘ほのかさんです。ね、仰々しいお名前でございます。この葉の魔術師。まあ普通の恋愛ではないですよね。恋愛ゲーム。でしょうね。こう見た段階では。はい。中京ゲームズが作る恋愛アドベンチャーが普通の恋愛なわけない。はい、この雑賀さんが選んだ犯人は文部省の国士舘ほのかということですけども、どんなルートなのかちょっと映像ありますので見ていきましょう。恋愛アドベンチャー国士舘ほのかに毒を盛られたレイは学園で3人の少女と出会う。本物のほのかを見つけ出すため彼女たちを攻略し告白を成功させろ。はい、というわけで国士舘ほのかのルートですけども、中田さんこれどんな状況なんでしょうか。はい、さっき選んだ国士舘ほのかに、まあ、尋問しに向かったところ、なぜか国士舘ほのかから、一目惚れをされてしまったんですよ。大変です。はい、で彼女アドベンチャーそう彼女はすごく恋に飢えてるというか恋に恋してる乙女でして、一目惚れしたしもべレイと、恋をしたい、どうしても恋をしたいんで、無理やり、毒を注入しまして。はい、で、夜にはこのままだとあなた死ぬので、助かりたかったら私を口説き落として解毒剤を手に入れなさいっていうふうなことをめちゃくちゃですね。めちゃくちゃなんです。折れてないですよ私はみたいなとこから始まってます。さらに、国士舘ほのかは学校で恋愛をする学園恋愛ラブコメ用に憧れていまして、そのシチュエーションで私を告白してほしいってことで、学校まで私を追ってきなさいということで、でしょうがないのでしもべレイは学校に来たんですけども、そこでなぜか国士舘っていう名字をした3人の別々の女の子と出会うんですよ。なるほど。顔も違うし名前も下の名前も違うし性格も全然違う3人のタイプの違う女の子と出会って、どうも国士舘ほのかは変装しているんではないかと想像して、本物を探してその子を口説き落とすっていう風な状態に、陥りました。はい。で、なるほど。ちなみに国士舘ほのかもどうやら同じ毒を飲んでるらしくて、あなたが死んだら私も死ぬっていう。なんで死なばもろともみたいになっちゃう。でも彼女は私たちは運命の人だから絶対私のことを口説き落とすから大丈夫って。はい。必ず私のことを見つけて私のことを落としてくれるよねって言って期待して待ってるんです。はい。はい。ってことで頑張ってください。はい。でこれも進めていく感じですかね。でこれがこの今の国士舘ほのかさんじゃなくて、3人のうちの今国士舘ミーっていう子をじゃあ一旦本物かもしれないなってことで攻略しようとしてます。でじゃあ彼女はどこにいるんだろうって言って学校の行き先をこれから選ぶところです。よくあるギャルゲーでよくあるパターンですね。
じゃあとりあえずこの教室に行ってみましょうかってなったら、はい、こう行けるそこを選んで、でそこに向かい、はい、向かう。はいはい。そうすると知らない人が出てくる。誰？あれは生徒なんですが、生徒ですねただ、うん前回も言ったように、終点彫刻はマスクをするのあがファッションなので、いや別にあれはこの人がおかしい人わけじゃない。なるほど。あ、こういうファッション。ちなみに仮面は全部島ドリルがデザインしてて、あらー何パターンもあるので、どんな仮面があるかなって探すのもきっと面白い。そうですね。こんなのもあったこんなのもあったってできますので。じゃあ次秋教室。軽快な音楽で。あ、そうですね。音楽も。あれね、ちょっと違いますね。ベルをアレンジあしてるのでなんか誰かいた。学校のはいはいはい。あ、この子があみーちゃん。ちそうですそうです。ゃんと見つけましたね。国士舘ほのかって眼帯つけてマスクしてなんはいかイヤーマフみたいなのをつけてるんですけど、3人の子は同じように、この子は目を隠してますし、他の子はマスクだけ口だけ隠してる子もいれば耳だけ隠してる子もいてっていう、なんか要するにバラバラにこうなんだろう、国士舘ほのかをちょっと分割したような。見ざる言わざる聞かざる。そうです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 。目と耳と口を。あ、なるほど。ここで選択肢が出てくる。はい、そうです。選択肢どっちが喜ぶから。そうです。好感度っていうのがやっぱり大事で。ああ。ってことはもう一度ってことは一回告白しちゃってるってことそうなんです。告白しか断られてるんですよ。断られてる。はい。で彼女は結構冷静なタイプ。そうです。クールな。で考えるとそっとみたいな感じに。ごめんなさい。そっ迷惑かなとこう思ったんですけど。魚でしないような。そうですね。あ、しまったっぽい。キュンだ。おそれにあら、なんかちょっとでもいい感じになってちょっと照れてますね。ちなみに告白されて断られたんですけど、割とうん。主人公例のことは好きかもなっていうような空気感ではあります。でも付き合えないんだって言われてるんで、なんで付き合えないんだっていうのを探るミッションでもあります。なるほど。話を聞きながら。君がここに一応女の子それぞれになんか心の闇じゃないですか、なんか問題を抱えていて、はいはいはい。それを解き明かすことでこう仲良くなっていくみたいな。その問題を解いてあげるのもこう仲良くなるための手段の一つ。なるほど。はそのトラウマとかいろんなものがあったらそれを取り除いてあげて仲良くなりましょうみたいな。い。そうですね。違う満点のじっとしてろ。転校生、何こそう無言のちょっと文学部的なこうれ。ああ、だから女の子。はい。暗殺対象のリスト。もう今そういうのに取られちゃってるからむちゃくちゃなことだ。建国記念祭はそうです。もと1もと月4日まで忘れちゃいけないんですけど、下部玲は自分を殺した犯人探してるんですよね。だからそれ聞いてチーってなっちゃうところです。反応しやすい。世界そっちじゃないです。今死です年みたいな。建ちょっと文化祭が近くなってて、うん彼女はその自分の作った詩を披露しなきゃいけないんだけどうまくできないみたいな。で一生懸命作ってるんだけど違うってなってるっていうことですね。違う。好きとかわからないあ、そうするとまたよくここで、はい。またこっちが本当恋愛。そうですね。だってここまで多分この子を深く知らない気がするんですよね。あのあるもあう、ちゃんとでも進んでる。ちなみに成功です。うるさいってあ、よかった。うるさいって言われなくてよかった。これはこれは競争です。これが競争。殺される前の様子です。殺される前の競争。今週もやってまいりました兄弟員の皆さんから寄せられた素敵な詩ラジオ号ですね。ああ、なるほど。それで免罪座布団を10点より素晴らしいポエムを読んでいる。それでは今日の一発目は詩人ネームポエいやポエムをこう読んでいってみたいなこと。なのですごく感動して、あー私もこんな素敵な詩が書きたいっていう、まあ競争がきっかけとなって詩にはまったと。なるほど。自分は全然覚えてないんですけど、どうもそうらしいと。そっかそっか。この国の競争はラジオ番組やるんですね。ね。そうみんなの人気者。みんなの競争、みんななるほどね競争ちなみにすごいみんなが大好きなんですよ。アイドル的存在ですよ。何でもします。それま今となってつまり詩とでもそれだけあの国士舘いやだからどれがほのかだかわかんないかそうですね。らっていうのがそれがほのかかもしれないけどどうなんだろうみたいな。でもこういう性格じゃなかったようなみたいそうな。なんですよ。きっと素晴らし発表恋愛アドベンチャーっぽいことをしてると思ったら急に推理が始まったり。ね、本当にこ。れ複雑な、普通恋愛アドベンチャーってやっぱ主人公もプレイヤーも女の子が好きになって本当にその子と仲良くなりたいんですけど、しもべでちょっと複雑で、しばらくミーのそばで見守ってたけど
結局私にできる。なるほど、はいああこうやってクリアしていくとちょっとずつここで、はい、また少し仲良くなりましたよかったそうラブイベントがクリアしました。と思うんですけど、これを満タンにするとうん告白できますよっていう、あーなるほどはいだからそこまで貯まるまで会って仲良くなりましょうと、頑張って4ポイント貯めて、はい貯めたことになりましたはい、告白できるシチュエーションになりました。で夜になりまして、はい夜に呼び出しというか、そのなるほど大事な話があるので来てくださいと、教室に来てくださいっていうふうに約束をしたところです。はいこれならみ西についてうわーなんだこのなんかバトルみたいな、始めよう。告白するためには、はい、このパートをあなるほクどリアしなきゃいけないんですけども、彼女の悩みを解消、この会話の中で解消していく感じですけど、このゲージ上がるとそう選択肢を間違うと怒らせるので、いやはい、怒らせないようにに。みーさんだから今まで会話したこととかをそうですそうです。これまでの、はい、情報をもとに適切な選択肢を選んでいくっていう。なるほど、違います。これはチュートリアルなんで、うん一択しかないので、はいゼロになるまでに選んでください。答えてくれ。リアルタイムで勝手にどんどん私の悩みとは話が進ん何だでいきます。これ間に合ったそういうことかはい。もちろん。ちなみにずっと黙ってると何黙ってんだよって言って怒らせる。ああでゲージガンって上がるみたいな、みーさん弟子のことですよっていうのでちょっとこう進んでいく、はい。私重みが違う。そうかもしれません。私場合によっては騙した方がいいっていう選択肢もそういうこともああるかもしれない。はいあるかあもしれない。知らないことだったら黙ってないと、とか、あとちゃんと話を聞かなきゃいけないとか。あ逆に話があさっての方向に行くときはちょっとこう遮っていや話戻しましょうみたいな、そういう駆け引きがなるほど今度は2択になりました。はい。どっちが正解かなと。これも難しいですね。さあどっちにしようかなみーさん。みーさんなら適当にうるさい。怒らせで怒らせるこれで怒らせたってことになるんだ。そうですそうです。でこれで怒られるからゲージが上がると、はいなる今の表情。ほど。でも一応こうやってヒントが出てくるんですね。そうですそうですじゃなかそうったです。私自身はもしかして答えたくなだとしたらなかなかに難しい。今度は割り込んでくださいっていう選択肢ですね。難しいですねこれね。ほっとくと彼女はベラベラ全然ベラベラと違う話ばっかりしちゃって、はい、よくないので。大体さっきから変ではないか。いつもの君らしい。ミーは今ちょっと錯乱してて、もう自分でも何言ってるか分かってないので、冷静にさせるために何か声をかけてあげてください。どっちなんだろう。それは私の買いかぶりか。ヒントはさっき彼女なんか気づいたっぽいぞってことを例を、ね言ってましたもんね追い詰めようとしている。みーさん。みーさん。みーさんにとってのキュンこれかキュンポイント。はい、だってみーさん。私がこれ国境の門ってどこですか。これははしょったところで、解消聞します。かれている私もいるのだ。私も同じなんだ。どうもなんていう何が私を彼女とこう外にデートにしに行ったりもしてるわけですね。なるほどねはい、昼間に。ちゃんと恋愛してる。そうなんですよ。女の子とお祭り行ったりとかしますし、あらはい、恋愛っぽいこともあります。そこなるほど。学園の中だけで終わんないんですね。ちゃんとデートが時々こう外に行ったりもします。はい。なるほいいえ。でもいい加減にしたまえ。ああいいだろ。何も君に言われなくちゃんとはただじゃあ死はこの人はずっと死ぬことについて心の中ってこ人の子そうだ。やっぱり国境の中いつもはできている。でもあれになってますね。こうなってます通り死じゃん。みーさん。ああなるほど。考える。また考えろというのか。怒らせようかな。何か転校生何もあるわけな。怒らせてみようかな。はいいや怒らせてみようかな。ゲージアップしたらどうするの。ごめんなさい。ではもう一度みーさんの中でど。なるほど。私のでもちゃんとこう修正はするんですね。怒らせても一応話は進みます。だから、なるほど満タンまでたまらなければ大丈夫なの先にで、進んでいくそんなにだから悩まなくても。死があないということは、つまりつまり死というのはそうだ。死が晴れ安全弁。心の
私は昔から俺が詩を書くようになみーさんは心のそうだなのどうし実はそれでああ、なるほどね。どうしたなんで詩が書けないんだと。私のスランプの原因人前あ、正解。キュンだキュンだったみーさんはこれまで誰に見せるあ、そっか。この子は自分で書いてたから発表するために書いてた詩ではないということになったんですね。そういざ発表って言われたら書けなくなっちゃった。あそれみーさん言うそうあ、ものすごく恋愛ゲームだ。ちゃんと会話で進むちゃん。と悩みを私はよく根拠ならああなたはりますそんな子じゃないですよって、大丈夫ですよって今一生懸命説得してるんで。あれ、これも言ってないからわかんない。これはですね、私下がに勇正解です。気の国境ですよみーさん私あの時です国境だからこそそんな誰も悩みは警備大丈夫ですから私と付き合いましょうっていう。すごいあーあ、キュンだキュンしたキュンした。でもそこまで私にはもっとギリギリみーさん頑張れ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 。落ち着かせよう。この子はグイグイ押されてすぐうわーってなっちゃう子なんですね。私なんかここんなれはです私は生きてるね、意味なんか急いで選んでくださいっていう選択肢です。はあ、なるほど。あんまり時間ないようなの。はい。生きている意味なんかある意味はありますある。嘘だ怒られたそうか、恋愛ゲームだからちゃんとその要素も決めなきゃダメだ手をね。握ったりとか壁ドンみたいな行動とかあ、こういうのをしなきゃいけない。はい、修正されました。なるほど。話したら仕方ないそれを忘れちゃいけない。恋愛ゲームを忘れちゃいけない。聞いてあげでもまずは手を離してくれ話し合いじゃない方がいいってこと。わかりましたいいですかみーさんこれは上が正解です。はい。詩なぜを急に書いた人がいる。詩を読ませたい、何のことだ読んでくれます逆に言うとシナリオをしっかりこ見てるうちゃんと見てれば正図書室で解は必ず。見かけたあの詩集でなるほどそして図書室にあったんだ。そうですそうです。みーちゃんへ捨てはいなるほど。それに変更もっすと本当告白らしいものかと思ってちゃんと深く割とロジックで攻めてるんですよ。そうですよ。行くんですね。しっかり会話劇だ。落ち着いたとえ嘘嘘であってもって言っちゃった。心の中では。どうしよう。これはどっちだ。これはですね、じゃあヒントなんですけど、うんちょっとほっといてください。緊張しすぎてあ言葉が出ない私も詩が書きたいんです選んじゃった。あ、これ。あえてそうじゃなくてあのって言ってるでも。あ、でもまだギリ。だいぶピンギリチでもギリ生きてる。あと1回でダメかな。ですね。これはだからさっきのそうなんですよ。これは、どっちも選ばずにこうやってなきゃいけないやつ待ってるんです。はい。黙ってるタイプの例そうです題そうですみたいなもんですよね。ここは今しもべれいが割とこうパニックしてるので落ち着くまで待ってるんですよ。転校生君は勇気を出して素直に気持ちを表現しろと私に言いたいのだったな。その君が勇気を出してくれないと私だってどっちもだから不正解の選択しかできないっていう。そうですよねそうだよちゃんとだって絶対みんなこうなったら選んじゃうから。選んじゃいますよね。まあそれは引っ掛けっていうタイムアップなんですけど、うん怒ったりしないですよね今。そうですね。怒ってないですね。選択肢が変わったんですよ。なるほど。なるほど、来ましたねこ。の選択肢が出てとうとう来ましたね。私はみーさんが好きです今朝も言いましたがみーさんキュン。顔。もともと主人公のこと好きなので、あ悩みが解消されたらもう断る理由がなくなったという。なるほど。一生懸命説得してもう悩みは大丈夫と、あなたは大丈夫ってことにな見せったんで。てもらったぞ聞かせてもらったあ本当は心に迷い込んじゃう。もうダメでしょ、その心の声は。君が転校いやしもべレイ君の気持ち大変大変大変。そしてそれは兄さんこれからもずっと私のええあらあら私はあなたがあらあら大変です。あら大変ですよ。
問題なシーンですよこれは。例の君一緒についてきてくれない？じゃなかったっけ大丈夫ですか？伝説のあはいあっていうことこれなんですね。確かに正体は確かに。なるほど。まあいろいろ気になるところですけど、そうですね。ここから先はもう皆さんがプレイしてもらっていろいろな結果を見ていただきたいと。はい。まあこれが3姉妹なのでその他あと2人いるっていうそうです感じねなんですよね。ね、だ果たしてからここで結末を迎えていいのかとかいろいろ考えちゃいますね。まあ、本物の国士舘ほのかは誰なのかというところが、はい、この文部省の話の肝になります。さやかさんいかがでしたか？前回前々回のやつと全くやっぱり全部要素が違うので、これはこれできっとみんな楽しめるというかドキドキしながら楽しめる。わざと怒らせるのももちろんありだし、でそのさっきみたいにギリギリプレイで楽しむのもありだろうしとか、いろいろ遊べる要素はありそうですね。これはね、はい。いろいろこう花壇の儀式とか気になりますけども、もう続きは2025年9月5日発売の終点教団を楽しみにしてください。さてここからは終点教団を作ったクリエイターの皆様をお迎えしてインタビューをしていきたいと思います。改めてゲストを紹介いたします。サウンドを担当された高田さんです。サウンドの高田です。よろしくお願いします。主に、音楽を今回担当しました。実装は今回ネイルさんがやってくださるということだったので、まあ、音楽作りに専念できたという形ですね。はい、そんな高田さんには物語を彩るサウンドについてお聞きしていきます。それではまずは楽曲をいくつか聴いていきましょう。一番最初のは、タイトル曲なんですけれども、まあ、ちょっと音楽でこの終点教団っていうのを表現できるように、作りました。なるほど。はい、なんか聞いた感じちょっと重厚そうな感じで、あと不穏な感じもある。そうですね。まあ、最初の導入の部分はやっぱりお客さんも何のことかよくわからない状態で入ると思うので、まあ、比較的わかりやすいようになんとなく宗教観っていうのを表現していって、この終点教団という世界観を、まあ、どうやって表現しようかなって思った時に、やっぱ宗教なんで作る前に考えたのは、まあ、下手に間違えちゃうとやばいぞっていうのをなるほどちょっと思ったんですね。まあ、例えば宗教というと土着系のものとかになっちゃうと、また世界観が全然変わった印象を受けてしまうと思うので、なるべくその土着系のものにならないように、まあ、かといって他のカトリックとかそっち系にもよらないように、音楽でこの終点教団っていうのを表現できるように作りました。なるほど。はい。でその次の2番目に流れた神の力っていうのはやっぱ神の力を発揮するところなので、まあ、人間とはちょっと違うような、ちょっと天からの感じの雰囲気を出してますね。神々しくでもちょっとスタイリッシュじゃないですけども、少しライトの方には寄せました。3番目の終点教団はまあ、メロディーっていうのがチャンチャンチャンっていうのが終点教じゃないですけど、そんな感じでその3音をいろんな形で散りばめてそれをもうしつこく何回も出して終点教っていうのが本当にあるかのように感じられるようなことを考えながら曲を作りました。なるほど。はい。どんな内容で作曲されたの依頼をされたんですか？はい、最初に小高から宗教っぽさっていうのをちょっと意識してほしいみたいなコンセプトとかを聞いた上で、高田さんなりのその宗教の、まあ、意味付けをして、作ってくださいっていう形でオーダーしました。それは高田さんなりに宗教をこう解釈してみたいなのを考えて作曲されたっていう感じですね。そうですね。今回参考曲を
たくさん挙げていただいたんですね。でその参考曲がほぼほぼ僕が過去に作った曲が当てはめられてて、でホラーゲームも作ってきたし恋愛ゲームも作ってきたしっていうのがあって、5ジャンルとも全部ほぼほぼ経験値があるジャンル作ったことあるので、その5パターンのものを聞いた時にこれ全部できるなって思ったので、逆に終点鏡っていうものをこうお客さんに感じてもらうためには一人で作った方がよりイメージが統一できる。なのでカロリー的には今までやったタイトルの中で一番大変だったかもしれない。そりゃそうですよね。本当に5本分作ったようなしんどさはありましたね。楽曲数よりも1曲ずつのカロリーが高いというか。でしょう。多重人格じゃないですけどもやっぱりなんかこのシーンにも別の曲がいるとかで他の恋愛ゲームを作っていたんだけれどもいきなりホラーの別の曲を作らなきゃいけないとか、そういうなんか午前中ホラーで午後恋愛ゲームとか、専用曲がやっぱ多いんですよ。やっぱり全然違うシステムが始まるし、ストーリーもテイストが違うので、もうそのルートでしか流れない曲っていうのが結構多くて、曲が何回流れるかっていうのを全然知らずに作ったのでものすごい3日間ぐらいかけてカロリーの高い曲を作ったんだけど1回しか流れないとかっていうシーンもまあまああるので、それは一曲一曲ちゃんと聴いていただけるとなんかいろんな思いがさらに奥深いところまで理解できるような感じになるんじゃないかなと思います。じゃあやはりデジタルサウンドトラックに収録されるものを聞いてしっかり聴いてほしいなっていう感じですね。今回その楽曲は視聴動画公式 YouTube チャンネル公式サイトの方でも聴けるということなのでぜひご覧いただきたいなと思いますけど、斉藤さんは楽曲の印象いかがでした？統一性があっておっしゃってたのがすごい分かるというか、どっかでつながる同じような違う曲なのに同じようなところをちょっと混ぜ込むみたいな形にしてるからルートが違うのになんか一緒みたいなところを聞かせてくれるっていうのはもう統一感がそこで聞く人たちにも生まれるので、だからこれって5ルートあるけど実は終点鏡団っていう1個のゲームだったっていうことにすごくつながっていくのかなってすごいなと思います。ありがとうございます。いや本当全く違う、恋愛アドベンチャーとホラーって全く違いますからね。なんかどっかで多分同じ音とか同じこうテキスタイルにピッて作ってきてるなっていうのは。だってこれ多分おそらく遊んでいただいて楽しんでもらって10年後とかに音楽だけ聴くと終点鏡にいたなっていう記憶が呼び覚ます。匂い香りみたいなもんで急にこうね記憶が蘇るみたいなところがあるといいなと思いながら作りました。ちなみに高田さんは今回の5人の教団幹部では好きなキャラは5人イオンテコですかね。それはなぜ？もともと賢いキャラってなんかやっぱ魅力的がありますで、お話進めていただくといろいろ分かるとは思うんですが、展開が好きでしたね。最初はいけすかないじゃないですか。賢すぎて思考がね早すぎてこうねちょっと嫌な感じがあるのかもしれないですけれども、そうですね、どこまで言っていいのかわからないですけど最終的には僕は好きになったっていう感じではありました。はい、じゃあぜひこれから遊ぶ人は楽しみにしてほしい感じですね。はい、ありがとうございます。それでは高田さん、最後に視聴者にメッセージをお願いできますでしょうか。はい、今回も、音楽いっぱい作りました。一曲一曲聴いていただけると嬉しいです。終点鏡団よろしくお願いいたします。はい、高田さんありがとうございました。ありがとうございました。さて、ここから終点鏡団のお知らせを紹介します。まずはこちらです。早期予約特典は前日談のエピソードが載っている書き下ろし小説がついてきます。不死鳥万事が警備省の幹部になるまでのストーリーを描いていますので、ぜひとも手に入れて終点鏡団のことをもっと知ってくださいね。数量限定ですのでお早めに。お次はデジタルデラックス版です。ソフト本編に加えビジュアルアートブックとミニサウンドトラックがついてきます。ビジュアルアートブックはキャラクターの設定画や背景ラフなど未公開のビジュアルを多数収録。イラストをメインに作品の世界観やデザインの魅力を存分に楽しめる一冊。ミニサウンドトラックはゲーム内で使用されている楽曲の中から厳選した12曲を収録。
作品の世界観を音楽とともに楽しめる1枚です。さらに豪華版があります。ソフト本編に加えビジュアルアートブック、ミニサウンドトラックに加え終点峡谷の建国記念日を祝うスノードームがついてきます。ドームの中には書き下ろしのしもべれい、天使ヒメル、天使ミコトルが収められていますので、ぜひ手に入れてください。こちらも数量限定ですのでお早めに。このミニサウンドトラックですけども、高田さん、こちら収録曲だったりとか内容についてお聞きできますか？ゲームを遊ぶ前に聴いて楽しめるような感じで12曲を選ばせていただきまして、独自のマスタリング、このミニサウンドトラック用のマスタリングもちゃんと施して、通して聴いていただくとこの終点兄弟の世界にはまれるかなと思います。移動しながら聴いてると終点橋にいるような感じになっています。そういう天気の時、そういうの天気の時わかんないですけど、歩く時に聞くの意外といいかもしれないですね。異国感を感じながらっていう感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで絶賛予約中です。よろしくお願いします。以上お知らせでした。それでは本日は以上となります。次回は9月5日の発売直前を予定しております。そして次回も雑賀さんにゲームプレイをしていただきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では次回もお楽しみにしてください。